皆さんこんにちは、すなです。いちです。これまで函館は春の桜編、タイムスリップ編、ベストコース、裏函館とお届けしてきましたが、今回も初めてご紹介するところばかりです。冬の函館観光にぴったりの楽しみ方で、私たちがずっと温めてきたプランなので、ぜひ楽しみにしてくださいね。まずは美味しい冬の味覚をいただきに朝市に行きましょう。どんぶり横丁市場を入って、今回お邪魔するのは寿司の千勝さんです。どんぶり横丁と言いつつ、今日は本格的なお寿司をいただきに来ました。新鮮なネタを見ながら注文できるのがお寿司屋さんの醍醐味ですよね。今回は冬が旬のネタを中心に大将に握ってもらうことにしました。来ました。美味しそう。まずは北海道のお魚、ニシンから。取りきれない小骨のために美しい骨切りが見えます。柔らかい。すっと口の中で溶けていきます。職人の技ってすごい。続いて高級魚のキンキ。回転寿司が美味しい北海道でもまず見かけない一品です。弾力があって噛むほどに旨味が染み出ます。続いてボタンエビ。冬限定の卵も乗っています。ねっとりとした甘さが口いっぱいに広がります。卵から染み出る旨味もすごい。これまたすごいのが来ました。早く食べたい気持ちをなんとか抑えながら撮影しています。まずは透明感のあるマダラの白子から。こちらは2月初めまでしか食べれません。噛んだ瞬間にとろける。こんなに美味しい白子初めて食べました。続いて光り輝く大トロ。美しすぎます。こちらは津軽海峡産で冬が旬とのこと。口に入れた瞬間溶けていきます。もうずっと味わっていたい。最後は函館産の紫ウニ。こちらは塩でいただきます。ウニは軍艦が多いですが、こちらは海苔抜きでいただきます。もう口の中が甘みと旨みの大洪水です。あまりに美味しいので産地を聞いたら、戸井町の最高級品でした。この値段では大赤字です。あ、そうなんですね。太っ腹の大将に感謝です。本当に全部美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。感動の余韻に浸りつつ、続いては冬にぴったりの体験に向かいましょう。海に向かって6分歩くと見えてくるのがマシューマルです。さあ行きましょう。もうすぐ出港の時間。急いで急いで。というのは冗談で、こちらは1988年まで使われていた船を改装した記念館になっているんです。展示物に触れたりするとき用とっても珍しいですよね。この訳はもう少ししたらわかります。4階建ての船の中が丸々記念館になってるんだ。マシューマルは函館駅と青森駅をつなぐ連絡船でした。青森駅まで着いた貨物列車をそのまま船に乗せられました。ただ潮の満ち引きで船の高さは毎回変わるそうで、つなげ目を調整できたのは熟練した職人技があったからだそうです。函館と青森の間に海底トンネルができるまで物流を支えてくれたのがこのマシューマルなんです。もちろん人も運んでくれました。これは気分がいいね。こんな風に席が倒せるので当時の気分に浸ることができます。
雪景色だとぐっとくるものがあります。奥に進むと船の先端、そしてその先には函館山が。いい眺めですね。ここでは当時の衣装を着ることもできて、こんな風に船長気分になってみたり、女性スタッフさんになったりできます。ぜひ皆さんも旅の思い出に来てみてくださいね。上に上がると何やら音がします。なんと操舵室に入れちゃうんです。しかも全部ボタン触れるの？やってみたら。ボタンやハンドルを動かすとメーター類が動くんです。これはすごい。入り口に手袋があったのはこのためだったんですね。こりゃおもろいな。なんか運転してる感じがいいね。双眼鏡を覗くと公会堂が見えます。晴れていればくっきり見えるはずです。聞こえますか？今聞こえた。はい、聞こえます。実は操舵室の隣にある通信室とインターホンで話せるようになっているんです。そして和文モールス符号音読表、モールス信号が打てる機械があったり、こういう感じだね。当時のマニュアルも見れたり、一般的な博物館とは違った体験がたくさんできます。名残惜しいですな。旦那さんは全然時間が足りなかったようです。駅に戻ったら次に向かうのは五稜郭です。車だとここからだいたい10分ぐらいです。もちろん公共交通機関でも行けます。歩く時間が短くて済むのは上の3つですが、バスの本数が多い五稜郭公園前入り口か警察署前に着くバスがおすすめです。警察署前で降りた場合も五稜郭タワーが見えるので迷わずに行けると思いますよ。ということで到着しました。とここで旦那さんは動画の編集作業のために下に残ることになりました。私たちの動画を待ってくれている視聴者さんのために頑張って。あ、天井にも五稜郭のマーク。さて冬の五稜郭はどんな景色になってるんでしょう。うわー、きれい。お堀まですっかり雪で覆われています。とっても幻想的です。いつもは函館山も見えるんですが、今日は雪がすごくて見えないですね。残念。夜景も綺麗と視聴者さんから教えてもらったので、函館の冬の歴史を見ながらしばし待ちたいと思います。遡ること154年前、旧幕府軍は10月に五稜郭を占領して、11月に松前城と福山城を占領。そして12月には蝦夷地を治めました。ここから激しい函館戦争が始まるわけですが、それが終わった後、堀で採れた天然の氷は五稜郭氷の名で売り出すほど大人気だったそうです。この雪の下にも厚い氷が張ってるのかな。さあ、もうすぐライトアップのお時間です。一気に着くのかな、バラバラに着くのかな。ここはバラバラに点灯でした。さらに25分ほど待つと、先ほどよりもさらに幻想的な五稜郭が浮かび上がります。よく見ると光の絵が
可愛らしいですね。そして先ほど見えなかった函館山がこんなにはっきり。ラッキー。どの季節に登っても美しい五稜郭ですが、ライトアップされる冬はぜひ夜に登ってみてくださいね。と土方さんが言っていましたので、ぜひ。では旦那さんと合流しましょうと思ったら、こっちもイルミネーションで輝いている。映えスポットがいっぱい。上で見る景色とは打って変わって、こちらは可愛らしい装飾がいっぱいでした。では今日のお宿がある湯の川温泉に向かいましょう。ここから車で15分くらいです。もちろん公共交通機関でも行けます。10分ほど歩くと路面電車の五稜郭公園前駅が見えてきます。湯の川方面に乗って湯の川温泉駅で降りると足湯が見えてきます。そこから10分くらい歩くと見えてくるのが渚亭です。外でスタッフさんが出迎えてくれています。すごい。はい、わかりました。思わず声が漏れます。ただいま感染症対策もございまして、1枚の書面にまとめさせていただいております。はい。エレベーターまで係の方が案内してくれます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。建物の綺麗さや丁寧なおもてなしにお部屋の期待も高まります。さあどんな感じか。ほいほいほい。あ、木がいいですね。よし。今すぐ飛び込みたくなる低めのベッド、そして木でまとめられたインテリアが落ち着きます。こちらには客室露天風呂もあるので後ほど。なぜかというと、実は私たち今とっても焦ってるんです。なんと1がまだ編集終わってないんです。ようやく動画をアップできたんですが、なんとレストラン閉店まで残り30分。急いで駆け込みます。こちらのビュッフェレストランは美味しそうなものばかりで迷います。はい。でもこんな風に全て小皿で提供してくれているので、ついつい手が伸びちゃいます。特に時間が猛烈にない私たちにはとってもありがたいです。一品一品が一口サイズなんです。少しずついろんな種類を食べられるのが嬉しい。魚ゾーンからの肉ゾーンからのそして旦那さんもビュッフェを思いっきり楽しんでいますね。というわけで、今回は食レポする時間がありませんでした。ごめんなさい。でも、どれを食べても本当に美味しくて、一品一品食べるごとにシェフに挨拶したいと言いたくなるくらい全部が美味しかったです。その証拠に10分ちょっとで、こうなりました。ごちそうさまでした。さて、お部屋に戻ったら、いよいよお楽しみのお風呂タイムです。うわー、雰囲気あるね。寒っ。ね、寒い。目の前には海が広がっています。見えているんですけど、せーの、はい乾杯、はいどうも、はいどうも。風呂で飲み物飲むって最高やな。最高やな。いい
ですね。海近。実は目の前は津軽海峡なので、渚邸から青森が望めます。明日の朝がとっても楽しみです。冬の函館1日目いかがでしたか？2日目も盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。せーの、したっけねー。いくら食べ放題。